はい、どうも、草原です。今日はですね、原点のラーメン二郎を作っていきたいと思います。実はラーメン二郎が最初にバズった時っていうのは、激安ラーメンだったんですよ。ちょうど30年ぐらい前なんですけども、ただのラーメン300円という価格で販売しておりました。そのラーメンがベースとなって今の二郎があるわけなんですけども、結局あれだけの大盛り、あれだけのチャーシュー、大きなチャーシュー乗っけることできるというのも、そのベースのすごくコスト削減したラーメンがあるからということでございます。じゃあ早速作っていきたいと思います。はい、というわけで今回の材料紹介です。はい、というわけでこんな感じです。まずはね、豚骨の中でも、この背腹と言われる部分、このね、背骨の部分ですね。こちらがメインに使われてるんじゃないかなと思われます。二郎のラーメンって非常に肉しいじゃないですか。あれは肉汁の旨味が非常に大きく影響してて、メインの味となるこの肉、チャーシューです。今回2種類買いました。肩ロースと、これはももかな。まあ、ももの方が若干パサつくんですけども、これもね、やっぱり安いからという理由です。だからバラ肉とか使ってないですね。あとキャベツ、もやし。もともとのラーメン、30年前の300円のラーメン見ると、キャベツともやしで、あとバシを取ってるんですね。これを炒めた味をスープに移してっていうことをやっております。で、今有名な背脂。肉と油の旨味がラーメン上の原点です。あともう一つが、ニンニクです。これが旨味の原点です。ラーメン作りやってらっしゃる方わかると思うんですけども、意外とね、ネギって何の意味があるって感じなので、ネギをね、臭み消しに入れること多いんですけど、でもそのネギって、もともとラーメンに使う分の余りを入れるからっていう感じでネギを使ってるんですけど、ネギ出しとかね。でもそもそもラーメン二郎にネギ入ってないじゃないですか。つまりその臭み消しとしての作用が別に必要ない。あえて使う必要はないんですよ。やっぱり味の影響が一番大きいのはこのニンニクですね。じゃあ早速作っていきたいと思います。はい、それでは、まずげんこつを鍋に入る大きさにして入れていきます。よいしょ。敷き詰めていきますね。入れて割れやすくなったところでいきましょう。結構ね、背脂って表面の薄皮だけこう剥いて、こんな風に半分になって入れます。で、あとは水をひたひたになるまで入れていきます。はい、というわけで、こっから2時間強火で煮込んでいきます。まず最初だけはね、硬い役だけはしっかり取っていって、あとはもうガンガン煮ていくだけです。よく下処理としてね、下茹でする人いるんですけども、下茹でしてしまうとやっぱりね、肉の旨味が抜けちゃうので、ラーメン二郎も匂いの感じだとね、下茹でしてないです。こういうラーメン系 YouTuber の方でね、バカ丁寧にね、肉とか血合いとか全部取っちゃってる人いるんですけども、そもそも骨に味なんてないんですよ。骨についてる肉と油、ここから味が出てるんです。二郎のチャーシューが多い理由って、あれが出汁なんですよ。出汁そのものなんです、チャーシューが。チャーシューと背脂の味。これがラーメン二郎の原点です。余談になりますが、キャベツを使ってる理由なんですけども、キャベツって実は廃棄することが多いんですよ。流通の量を一定にするためにキャベツ畑、ブルドーザーでやられてしまうようなこともあります。ただ同然でね、手に入れようと思えば手に入るんですよ。そういうことからラーメン二郎さんはキャベツを使い始めたんだと思います。こうしてアクも上がっていきましたけど、まだ取りません。この黒いアクをね、取っていくんですよ。それ以降のアクっていうのは、もう油なので、油分を取りすぎちゃうと、せっかくの旨味が抜けてっちゃうんですね。この辺で作っていきます。黒いアクっていうのに血合いの部分とかが含まれて、いわゆるえぐみっていう部分ですね。このえぐみもね、旨味なんで、あんま取りすぎないようにしていきましょう。はい、というわけでこうやってスープに煮てるわけなんですけども、約2時間ほど煮た後にチャーシューをここに加えています。市販されてる小さなチャーシューなんで、1時間半もあれば煮えてしまうから、そのぐらいでとどめておきます。スープがある程度出来上がった時点で加えることで、チャーシューから味が逃げすぎないで、チャーシューにちゃんと味が残ったまま、スープにも味が移っていくという形になります。ラーメンについて結構誤解されている方多いと思うんですけれども、煮れば煮るほどうまくなるわけではありません。家庭で作るんだったら、4時間で味が完全に抜けちゃいます。
風味が全くしなくなっちゃうんですね。強火で炊いていくと。仕上がり自体は、3時間半。ちょっと余裕、マージン取って3時間ぐらいでとどめるのが、僕はベストかなと思っています。ラーメン店がね、長時間煮込んだスープって売りにしてますけど、継ぎ足しながら使っているから、結果的に全体的に長時間になるだけで、本来の味のベースは炊いてから3時間。ここが一番美味しいポイントです。臭みを気にされる方多いと思うんですけど、これも同様に、もう2時間以上、この3時間近辺から匂い、臭みっていうのが抜けてきます。圧力鍋かけちゃってるYouTuber の方いるんですけども、圧力鍋かけちゃうと、匂いが残っちゃうんですよ。結果的に臭いラーメンが出来上がってしまうので、ちゃんと、家庭で作るときはこうやって蓋をせずに作った方が美味しいラーメンができると思います。風味を生かす魚介系とかは蓋をした方がいいんですけども、こういった匂いの強烈な食材を使った、動物系の出汁の場合は蓋をしない方が美味しいラーメンに仕上がると思います。はい、タレを作る上で重要な醤油を一度テイスティングして決めていきたいと思います。で、まずはキッコーマン。見たところ、一番色の濃い状態になっています。しっかり旨味のある、アミノ酸の旨味がちゃんと広がる、いい醤油ですね。次は山佐です。キッコーマンよりも醤油感が強い感じですね。これとこれで比較すると、自動に近いのはこっちかなっていう感じですね。次はこの和田缶。これはこの中でも一番価格帯が安い醤油です。第一候補かなと思ってた醤油なんですけど、テイスティングしていきます。トゲトゲしさが残っちゃってる。醤油らしいといえば醤油らしいんですけど、ちょっとやっぱり味が落ちるなっていう感じがしますね。続いて、冷えた醤油。これもね、実は味的な第一候補かなと思ってたやつです。このキッコーマンと山佐のいいとこ取りした感じですね。これかな、やっぱ。ラーメンで使うんだったらこの2つ。多くのラーメン屋さんが実はそうなんですけども、ラーメン、スープ類とかで使うんだったら、この2つは、本当実は一強なんですよ。二強なんですよ。おそらく家系はこっち使ってると思います。家系というか、直系ですね。吉村屋。で、こっちの冷えたがうまいな。どれも美味しいんですけど、例えば、和田缶なんかは、刺身醤油としてはいいかなと思いますし、スープとして作るんだったら醤油感残るのはこの2つでこっちかな。ひょっとしたら、これにこれを混ぜて、コストを落としている可能性もあるんですけども、今回はこれだけで作ってみたいと思います。はい、材料の紹介です。まずは、この冷えた醤油 300cc。本照り、みりん風調味料ですね。これを 50cc。グルエース。ちょっと20多いかもしれないですけど、20g。砂糖も 20g。このニンニクは、この半分ぐらいですね、使うのは。これを全部、鍋に入れて、火を入れていきたいと思います。でんぷん濃度が変わっちゃうんでね、醤油は煮立たせないようにするのが良いと思います。じわーっていう温度になったらもう軽く下げて、鍋の底に火が当たらないぐらいの弱火で砂糖や塩をしっかり溶かしていきます。はい、チャーシュー完成です。うまそう。じゃあ、肩ロースの方も行ってみたいと思います。やばいね。やばいよ、これ。麺も
自家製だったそうなんですよね。オーションって今でこそね、もてはやされちゃってますけど、ラーメン二郎が使ってるっていうブランディングができちゃって。でもオーションってそもそも製粉度の悪い小麦粉なんですよ。製粉度が粗いがゆえに味が残ってる、小麦の味がしっかりする小麦として再度見直されてるんですけども、そもそも安い粉だったということです。それを安い粉を自分で自家製麺やってたから安くできたということでございます。今、アマゾンで購入したとしても、25キロで4500円とかで手に入るので、1杯あたりに20円優に切る価格でできるんじゃないかなと思います。これで通常の加水率 35% ぐらいになるんですけどね。製麺所で作られる麺はこうやって油入ってるんですよ。油が入ることによって持ちも良くなるし、バスタオルにくるんでしまうとちょっと見えにくいと思うので、ちょっと綺麗な靴下に履き替えてやっていきます。まずこのね、四隅、空気が入らないように四隅から踏み固めていきます。目安としてはもうこの袋の縁まで広がる感じですね。そうすると大体均等な厚みになっていきます。常温のまま一晩寝かしていきたいと思います。いただきます。やばいね。わあ、二郎だ。はい、ごちそうさまです。もう血糖値爆上がりですね。いや、うまかった。はい、というわけで今回の二郎なんですけども、
完全に入荷してたので、ギロリランの人から怒られること必死なんですけど、まあ、そういった面も含めて、また調整して、チャレンジしていきたいと思います。ただ、タレに関しては、これで正解だなっていうのは分かりました。まあ、多少微調整必要かもしれないんですけど、まあ、砂糖の量が若干もう少し少なめでもよかったかなっていう点と、あと、麺なんですけども、まあ、ネットで書いてあった 32% っていう量を信じてやってみたんですけども、やっぱりこれだと、まあ、若干違うかな。乾水と塩の量をもう 2% に引き上げて 36%、全体で 40% ぐらいが、適正じゃないかなと思います。自家製麺なので、そんな細かく刻まないと思うんですよ。で、合わせて 40% っていう綺麗な数字でやってるんじゃないかなと思われます。いろいろラーメンをね、推理しながら作っていくというスタイルでやってますので、気になる方は登録ボタン、コメントなどもいただけると助かります。では、最後までご視聴ありがとうございました。また別の動画も見てください。それでは、バイバイ。